こんにちは。お元気でしょうか。はい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な速さ、自然な話し方で話していきます。トランスクリプトを無料で公開しておりますので、ぜひが復習に役立ててください。私のウェブサイトから見れます。あとですね、このエピソードで出てきた言葉、新しい言葉について、私のペイトリオンサイトで勉強できますので、そちらも参加お待ちしております。ということで、今日はですね、猫のモナくんがここにいるんですけど、はい、ちょっと猫の鳴き声とかが入ったら大変申し訳ございませんなんですけど、皆さんお元気でしょうか。全然関係ない話になってきた。皆さんお元気ですか？私は元気です。まあね、昨日ね、実は、これは何日だ？2月9日の月曜日に収録してるんですけど、昨日の日曜日と土曜日に雪が降りまして、はい、埼玉、東京、関東で結構降ったのかな。最近は東北の方ですごい大雪で豪雪でかなり被害が出ているの、すごい大変な、もう災害レベルの雪で大変だというニュースを見たんですけど、こちら関東でも少しだけ雪が降りまして、はい、朝なんか窓開けたら屋根とか車とか道が真っ白になってて、わーってねわーってなりました。でもすっごい寒くて、本当に朝起きたらうさむって言って目が覚めたんですけど、そんな感じでしたね。雪をね見たいって私は今年思ってたので、ちょっとですけど雪見れてよかったなって思ってます。皆さん今年もう雪見ましたか？雪が降らないところもあると思うんですけれども、やっぱ雪って美しいね。本当にやっぱテンション上がるわ。雪見ると雪だってなる。もう30超えましたけど、30超えても雪だってなりますね。30超えても喜ぶものベスト3、雪。次、東京タワー見ても、わあ東京タワーだってなる。で、あとは富士山ね。はい、何回見てもふわーってなるシリーズ、雪、東京タワー、富士山はい、最近富士山見てないから富士山見たいなって思います。はい、モニャちゃんやめてください。モニャちゃん、今もう PC がね、今ねちょっと PC のキーボードにモニャが乗りましたやめてください。やめて、ダメです。そこは乗っちゃいけないの。はい、ということで今日は何の話をしたいかというと、習い事の話。はい、皆さん習い事今何かやってますか？習い事っていうのは何か、スクールに行ったり先生がいて教えてもらうこと、だいたい習い事になるんですけど、どうでしょうかね。私は実は最近新しい習い事を始めたんです。去年の12月の中旬ぐらいかなから始めて、私が何の習い事を始めたかどうかはちょっと後半でこのポッドキャストの後半で詳しくお話ししたいと思うんですけど、皆さんはどんな習い事をしてますか？やっぱ大人になると習い事のことを忘れちゃうんですよ。忘れません？なんか毎日が忙しくて、やることといっても例えば、筋トレとか習い事じゃないから、ジムに行くとかジョギングとか運動しなきゃなとか、そういうこと。あとは言語学習については皆さん結構考える方いると思うんですけど、例えばピアノを習おうとかバイオリン、楽器系とかね、あとは日本だと茶道とかお茶とかなんかあるじゃないですか。書道とか文字を書くやつですね。書道とか
いろいろ習うものってあると思うんですけど、なんかもしユニークな習い事してる方いたらぜひコメントに書いてください。私これやってますっていう。ね。はい。子供の時は皆さんじゃあどうでしたかね。子供の時の習い事。前半はちょっと子供の時の習い事についてお話ししたいと思うんですけど、私はですね、子供の時習い事を、ちょっとやってました。記憶にないパターンがあるかもなんですけど、覚えてる限りだと、3つかな。3つかな。そう、まずね、1つ目は、水泳です。はい、私泳げます。こう見えて。クロール、やってました。バタフライ、みたいな。はい。そう、なんかね、水泳はね、私家族全員じゃない、兄弟3人、兄が2人で私で、3兄弟なんですね、私。兄弟みんな水泳やってて、兄2人がやっていて、私もそこに、そのスイミングスクールに通ったっていう形なんですけど、なんで水泳をやってたかというと、これは私の両親が、やれと。入らされたパターンですね。習わされたパターンなんですけど、小学校1年から何年だ ?4 年生が4年間ぐらいやってたんですけど、理由はですね、実は私と、兄全員ですね、3兄弟、喘息持ちだったんですよ。喘息。ちょっと待って、モナ君が暴れています。そう、喘息持ちで、咳が、なんか年がら年中出るみたいなタイプだったんですね。だから毎週じゃないか。2週間に1回ぐらい、病院行ってましたね。今思い出すと。病院行って、小児科ですね。小児科っていうのは子供の、子供の病院。はい。小児科に行って、いろいろチェックされて、薬もらって、喘息のための薬を。で、毎日薬飲んでっていう生活を、幼稚園から小学校ぐらいの間、宅急便です。すいません、今、宅配便が、アマゾンが来て、失礼しました。いや、そう、毎日薬を飲んでたんですね。なんか、それの思い出もあるんですよね。いつもね、病院に行くと2週間に1回病院に行って、その病院で薬を飲む薬をもらった時に、お母さんが必ず病院でジュースを買ってくれるっていうのが私の思い出ですね。はい。それは置いといて。そう。だから、なんか喘息の人とか、呼吸が弱い子供って水泳を習うといいんだよね。なんか強くなるんだって。ということで私は水泳を習っていました。4年間ぐらい、子供の時。はい。ただですね、大嫌いだったんですね、私も。大嫌いだったんですよ、水泳が。本当に好きじゃなかった。もうね、今でも覚えてる。月曜日の4時からだったの。月曜4時に水泳が毎週あって、で、私の同級生2人とね、女の子2人と私だったんですけど、私は圧倒的にできなかったの。水泳が。本当に嫌いだったの。弱すぎて私、沈んでいくみたいな。全然体が浮かばない。本当に、で、なんか、すぐ疲れちゃう。もう、なんか友達はすごいどんどん上手になってったんだけど、私だけ全然上手くならなくて、泳げるっちゃ泳げるんですけど、泳ぎたくないっていう、できるだけっていう感じで、で、お母さんに、私水泳いつまでやればいいんですかって聞いたんですよ。そしたら小学4年生までやってくださいって言われて、わかりましたっつって、小学4年生になった瞬間にやめました。本当に。やめるって言って、ママやめたいっつって、いいよ、みたいな。はい。両親にはすごく感謝してますね。おかげで喘息も治りましたし、今はもう、大丈夫なんですけど。はい。兄はね、多分、もっと長くやってた気がするんだけど、はい、私はそれがね、最初の習い事の思い出。水泳が大っ嫌いだったっていう。今でも嫌ですね、泳ぐの。本当に。
ね、なんか泳ぐの好きって人すごいいいなってなんか憧れますね。はい。あともう一つはピアノ。ピアノはね、自分が好きで習いたいって言って習ったんですよ。小学校3年生ぐらいの時かな。3年生、4年生ぐらいの時に、知ってる方いると思うんですけど、当時、のだめカンタービレっていうドラマをやっていた気がする。うん。そう。小学校3年間、もうちょっと後かな。わかんないけど、のだめカンタービレっていう漫画があるんですよ。どんな漫画かというと、のだめちゃんっていう、ピアノが大好きな女の子、すごい天才なんですよ。ピアノの天才なんですけど、すごいダラダラしててやる気がないみたいな女の子で、千秋先輩っていう男性がいて、モニャちゃん、モニャが泣いてるんですけど、そう、千秋先輩っていう男性がいて、その先輩は指揮者。で、二人は音楽大学、音大音楽大学、音大で出会うんですよね。それで、二人が成長していくっていうストーリーなんですけれども、その、のだめカンタービレを見て、のだめちゃんに憧れて、ピアノやりたいって言って、ピアノを習い始めたのがきっかけです。うん。ただですね、あんまり上手にならなかったっていうか、やっぱ始めたのがね、遅くて、小学3年生早いと思うと思うんですけど、周りの友達はやっぱ幼稚園からピアノとかやってるんですよ。3歳からピアノに通ってますみたいな友達ばっかりで、私はちょっとあんま遅かったんで、で、中学生になってね、ピアノやってたんですけど、その部活があったりとか、その塾に行き始めたりして、やっぱ忙しくて、途中でやめちゃったんですよね、ピアノをね。はい。これはね、マジで後悔ですね。もっと早くやればよかった後悔と、もっと続ければよかった後悔。本当にピアノは好きで習い事としてやってました。今でもね、ピアノやりたいっていう気持ちは変わらないですね。うん。でもピアノってさ、家にピアノないとちょっと厳しいものあるじゃんっていうものがあって、家にまだピアノがないので、いつかね、大きいお家を買って、ピアノを弾ける部屋を準備したいなと思ってます。はい。あともう一つ習い事はですね、図工クラブというものに私入ってまして。そう。図工クラブ。図工っていうのは、小学校の時のクラスで図工っていうクラスがあるんですけど、その図工は、なんか物を作ったり書いたり、アート系、芸術系のクラスですね。図工っていうクラスがあって、それのクラブに、入ってました。小学校のクラブじゃなくて、また別の、なんかクラブがあって、なんでそれに入ってたか全くわかんない。気づいたらいた。で、お兄ちゃんも入ってた。だから私もいた。ね。これはね、兄がやりたかったのか、それとも母が入れさせたのかわかんないですけど、気づいたらもう、はっって気づいたらもう図工クラブに行ったみたいな。そんな記憶。はい、本当になんで入ったか覚えてないですけど、そういろいろなんかね、楽しかったですよ。絵描いたり、なんか作ったり、あと、お皿とか作ったこともありますね。コップ作ったりとかもしてたんですけど、いかんせん私あんまり才能がなくて、センスないのね、芸術系の方面が。字も汚い、絵も下手、集中力もない、色のセンスもないということで、あんまり記憶に残ってないですね。その図工クラブは。何かの役に立ってるかと言われるとなってるかちょっと怪しいですね。でもやってた。3年ぐらい。図工クラブ。これが習い事かな。もうあとは中学生になって部活をやったりっていう感じでしたね。はい。皆さんどうでしたか？なんか子供の時にやりたかった習い事とかある？私憧れてたのはバイオリン。バイオリンってなんかお金持ちがやってるイメージやん。だから憧れてた。かっけえみたいな。あとは、あとはなんだろう。よくやってる、友達がよくやってたのは空手とか柔道とかやってる友達いたね。あとサッカーとかね。野球やっぱ多かったね。うちの兄は野球チームに入ってた。下手だったけどね。なんだろう。でも今思えば、
もし子供の時にこれをやっとけば将来役に立ったかなって思うのはそろばん。そろばん。そろばんっていうのは、いや、なんて言うんだろうな。なんか昔の数の数えるボードみたいな、あるのよ。それを習えるの、日本で、そろばんって。なんか玉がこう、5つか6つかわかんないですけど、こうあって、で、それで、数を数えるっていうの、そろばん教室っていうのがね、昔からありまして、今もあると思うんですけど、そう。なんかそれやってたらなんか今頭良くなってたんじゃねえかっていう。そろばん教室通ってる人大体頭いいイメージあるんで、やってたらとか思ったりもしますけど。はい、皆さんね、子供の時にどんな習い事をしてたかぜひ教えてください。はい。後半は最近私が習い始めた習い事についてお話ししたいと思います。はい。続いては私が最近始めた習い事についてお話ししたいと思うんですけど、そう、最近習い事を始めたんです。大人になってこういうのを始めるの結構初めてなんですよ。うん。まあもちろんね、なんかジムに通ったりとか、ヨガに行ったりとか、ピラティス行ったりとか、私はなんかボクシングエクササイズに通ったりとか、いろいろあったんですけど、習い事っていうよりは運動目的だったんですね。うん。まあ英語学習とかいろいろやりましたけど。そう。で、なんで今回新しい習い事をしたかったかというと、やっぱなんかこう、うん。なんか子供の時だと、その親にやらされるっていうパターンも水泳みたいにあったし、自分が何が好きで何がしたいかって明確にあんまりなかったんですよ。そう。で、頑張るとか上手になりたいっていう気持ちが1ミリもない子供時代だったのね、私。上達したいとか、なんか上手になりたいっていう感覚があんまりない子供だったんですよ。実は私は。そう。だけど今はなんかもっとこう大人になって明確に自分が何がやりたいとかどんなことしたいそして上手になりたいっていうこの向上心みたいなのもありますので改めてちょっと習い事やってみようと。でやっぱり時間は限られてますので、うん、よしやろうと思ったんです。何かを。で何やるっていう。まあでも興味あるものがあんまりなくて私何したいんだろうって考えた時にあんまりなくて、うん。そう。で、やっぱりね、一番やりたいのはやっぱ運動がやりたいなと思っていて、運動好きなんですよ、結構。で、私はデスクワークだから運動不足になりがちだし、やっぱこう、年を重ねるにつれて、体を動かすというところはもっと大切にしていかなきゃなと思いまして、運動でまず、習い事を始めようと絞ったんですね。で、まあ、そう、さっき言った通り、ヨガとかピラティスとか言ってたんですけど、まあ、悪くないんですよ。悪くないんだけど、あんまり楽しくない、自分的に。楽しさがないし、上手になろうという気持ちも生まれなかったし、なんか、ああ、今週も行かなきゃの気持ちで通ってて、これは良くないなと、長続きしないなと思って。はい。で、フランスでね、バドミントンをちょっとやってたんですけど、バドミントンだったらやりたいと思ったんですけど、バドミントンって一人じゃできないのね。もう一人必要。はい。だとちょっとこうやりにくい。私は週2回ぐらいやりたいんで、その習い事をね。だからちょっと、あとバドミントンってなんかコートが必要で結構やりにくいんだよね。どうだろう、国によって違うかもしれないんですけど、日本だとその体育館を予約して、で予約できるかどうかもわかんないし、その、定期的にコンスタントにできるとしたらなんかクラブチームみたいな、クラブに入らなくちゃいけなくて、で、クラブに入るってなんかちょっと違うのよ。別にバドミントンのプレイヤーになりたいとかでもないし、なんかそういうちょっと違うなっていう部分があって、バドミントンはちょっと趣味というか、そのやりたい時にだけやるぐらいのペースでいいかなと。で、考えた結果、たどり着いたのは、ダンス。ダンス。
急にダンスです全然違うじゃんっていう話なんですけど、いや実はね、私高校生の時の部活がダンス部だったんですよ。こう見えてちょっと踊れるんです、ダンスが上手ではなかったんだけど、まあちょっとできるんです。経験が少しあって、で、いいじゃんと思って、ダンスは全身運動だから本当にね、いい運動ですよ。本当におすすめです。マジで全身運動です。全力でやればね、もちろん。そうで、よしダンスにしようと。やっぱ上手になりたいってあるし、定期的にできるし、家でも練習できるし、なんか楽しいから、シンプルにね、ダンスってやっぱ楽しいのよ。そう、楽しかった思い出があって、そうでやろうと思ったんですけど、まあね、やっぱね、勇気が必要。ダンスをやるってなると。しかも高校生の時とかにやってたから、もうね、ブランクが15年ぐらいあるの。15年ぶりっていうことね。でも自信もないし、周りの人とか、多分ダンスっていうとさ、もうなんかもうキラキラしてるじゃん。なんかもう輝いているっていう感じなので、皆さんがこう、私なんかやっていいのだろうかっていう、なんかもう緊張、自信ない、恥ずかしいで、ちょっとうってこう踏みとどまりました。実はやるかやらないか考えてる時。そう、いやでもね、なんかやりたいと思ったこの気持ちを大切にしようって思ったんです。急になんかかっこいいこと言い始めたけど、このやりたいという気持ちを大切にしようと思ったんですよね。だから何かをやりたいっていう気持ちってなかなか生まれてこないんですよ。あれやりたいこれやりたいって常日頃私思うタイプじゃないタイプ。そういう人もいるじゃない。あれもやりたいこれもやりたい全部やろうみたいな。でもこのやりたいって気持ちをすごく大切にしたくて、日本のね、ことわざにもありますけど、思い立ったが吉日。はい。これはやろうと思った日が一番いい日、やるのに一番いい日だよっていうことわざ。あとは、鉄は熱いうちに打てっていうことわざもあります。鉄は熱いうちに打て。はい。だからもう鉄って熱いうちに打たないと形変わらないでしょね。カンカンカンって。いや、それと一緒なの。やりたいと思った気持ちも熱いうちに、打ち始めないと、この行動し始めないといけないよっていうこと。ということで、思い切って、ダンススクールのトライアルに申し込んだんです。いくつか。そう。はい。ただですね、なんかこのダンス、最近のやっぱダンスっていうと、K-POP が大人気なんですよね。で、私みたいに、まあ30代で、もう基礎からもう一度ダンスをやりたい。だから初級ぐらいでダンスをやりたいってなると、あんまりなくて、その普通のダンススクールみたいなものが。普通のダンススクールって結構キッズ、子供向けか、それかなんか、50、60みたいな。なんか、ちょっと年齢がすごい上みたいなところしかなくて、まあ、もっと探せばあると思うんだけど、私が通える範囲のエリアでね、なくて、でどうしても K-POP を踊ろうになっちゃうの。K-POP かーと思って、なんか K-POP 知らないのね、私あんまり。って。まあでもこれぐらいしかないから、なんか基本的にその日本の今の人気のそのダンスカテゴリーっていうのはやっぱ K-POP と、まああともちろん J-POP 系アイドルもあるんだけど、まあ大体一緒ね。アイドル系ダンス。と、あとね、テーマパークっていうのがすごいあって。これ多分日本ならではな気がするんですけど、日本ってすっごいディズニーオタクが多いので、ディズニーとかユニバーサルスタジオオタクみたいな人が多くて、そのディズニーとかユニバーサルとかってそのなんて言うんだろう、カーニバルがあるじゃん、ね、イベントみたいなのでダンサーさんがいて、でそれにすごい好きな人たち結構いるのよ日本で。それのオタクファンだから、多分テーマパークっていうとそのディズニー系の音楽に合わせてなんかレッツスタートみたいな感じで踊るっていうカテゴリーも大人気な
結構知らなかったと思って。そうっていう感じで、まあジャズ、ヒップホップとかあるんですけど、あんまりなくて、私の通える範囲のクラスには。でトライアルでね K-POP をやってみたんですけど、楽しくて結果的にやっぱなんかどっかで聞いたことある曲を踊るっていうのは結構楽しいもんだなと思いましたね。はい。ということで私はダンススクールに参加することになりまして、はい、今やってるんです。いや、一歩前に出してよかったなって思ってますね。なんか恥ずかしいとか怖いとかいろんな気持ちがあったんですけど、もちろんね、いろいろあったんですよ。このトライアルを始めるとかいろいろあるんですよ。このね、いろいろあった話はちょっとお休みポッドキャストで話したいと思うんですけど、はい。まあいろいろちょっとあったんですけど、やっぱ若い子が多いし、すごく。圧倒的に20代とか大学生とかが多いから、ちょっとやっぱこう、うってなるんですけど、気持ち的になんかこう、なんだろう。まあ、恥ずかしいみたいな。あるんですけど、なんか居づらいなとか思うんですけど、でも結構ね、年が上の人もいて、私より全然上の人とかもいるんで、なんか、すごいなと思いますね。なんか、いくつになってもやりたいことをやれるんだなっていうね、思って。はい。私は毎週今1回なんですけど、3月から週2にするんですけど、毎週1回通ってますね。めっちゃ楽しみです。その日が。本当に。楽しいからね。でね、私すごい汗かきなの。もう汗っかき。代謝がめっちゃ良くて、多分。終わった後一人だけね、汗びしょびしょみたいな。みんな結構爽やかな。お疲れ様でしたみたいな感じなの。私だけ、あちえ、あちえみたいな。エアコン入れてくださいみたいな。ちょっとそれが恥ずかしいんですけど。はい。そう。そんな感じですね。なんか K-POP もなんか今学んでるっていうか、そのダンスを始めたことによっていろいろ知れるようになって、それも楽しいですね。はい。どうでしょうか。皆さんはなんか始めたいことはありますかね。はい。まあなんか新しいことを始めるって本当年を重ねれば重ねるほど腰が重くなるんですよ。まあ、動かなくなる。やるという行動ができなくなる。やっぱ怖い。多いと思うんですよ。これやりたいけど怖い。でもね、この間なんか見ましたけど、なんか CM でも言ってたんですけど、成功の反対は失敗じゃない。本当に。成功の反対はやらないことだってね、なんかどっかで聞いたんですけど、いや、まさにそうだなと思ってて。いや、本当にそう思いますね。成功の反対はやらないということ。アクションを起こさないこと。って私はすごいね、常日頃思いますね。私は結構行動をするということをすごく大切に、やりたいという気持ちを大切に、今だっていう、このタイミングを逃さないようにっていうのをすごい考えて日々生きてるんですけど、やっぱり一歩踏み出して新しいことを始めて、失敗したこともいっぱいあるんですけど、やっちゃったみたいな。なんかうまくいかなかったな、思いのほかって思うんですけど、やらなきゃよかったって思ったことないですね。一個もないですね。ない。し、やっぱなんか、趣味を見つけるとか、やりたいことがわからないっていう方もいっぱいいると思うんですよ。私も前もそうだったし、何をしたいとか自分が何が好きとか、どんなことをしたいのかがわからない。あと何に向いてるとか、私は何ができるんだろうってわかんないんですっていう人いると思うんですけど、わかんないですよね。基本的に。でも、その自分がやりたいことを見つけるには大切なことっていうのは、個人的にはその自分を客観視することを大切だと思ってて、自分を客観的に見る。第三者として、私の上からどんな人物だっていうのを見ること。客観視するっていうんですけど、客観視することがすごく大切だと思うんですよね。客観視して、はるかさんはこれに向いてます。はるかさんはこれができるよね。得意だよね。こういうことだったら長続きするよね。っていうのを、自己分析すること。
はい、自分で分析することがすごく大切だと思うんですけど、この自分を分析することとか客観視することって、すみません熱く語っちゃって、この分析のことっていうのはなんかこう挑戦を積み重ねていないとできないことだと思ってて、挑戦して失敗して、成功して、失敗と成功をこう繰り返すことによって、自分がどういう人間で、どういうことが得意、どういうことが長続きしない、どういうことが好きっていうのが、よりこう見えてくる気がしていて、そう。だから何が言いたいかというと、やりたいことがあるんだけど、怖いとか、めんどくさいとか、恥ずかしいって後回しにすればするほど自分を分析することもできなくなってくるし、だからこそもっともっと自分が何がしたいかっていうのも分からなくなっていくんじゃないかと私は思っているんです。はい。なので皆さん、少しでもこれ好きかもって思ったことはまずやってみる。で、続かなかったりうまくできなかったらそれはそれでいい。一個私はこれができませんでしたということがわかる。例えば私だとヨガとかピラティス行ってましたけど、長続きしなかった。私はこれは向いてないんだってね、分かったんですよ。そしたらじゃあ別のものを試そうという別の選択肢が見えてくるので、それはそれで良かったんじゃないかなと思うということです。はい。このポッドキャスト聞いてる方はね、まず一つ日本語を勉強するという自分の好きなもの、自分の趣味を見つけてると思うので、私より新しいことを始めることは上手かもしれないんですけど、もし迷ってる方がいたらこの気持ち、まずは始めるということを大切にしていただけたらいいのではと思います。はい、以上でもこのダンススクールのね、いろいろあった話はお休みポッドキャストでお話しさせていただきますので、よかったら聞いてください。はい、今日は以上。はい、今日話した話またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとインスタグラム、YouTube こちらのフォローもお願いいたします。YouTube ではメンバーシップ始めまして、私のゲームプレイ動画を見ることができます。仕事中とか勉強中の BGM に私のゲーム動画をポチッとつけて見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、いろいろやってますので。はい、あとサニーサニーサイドジャパニーズポッドキャストというのもあります。はい、他の先生たちと、対話式で1対1の2人の会話のポッドキャストです。同じように中級者上級者向けのポッドキャストになるので、ぜひ聞いてみてください。はい、いろんなトピックについて話しています。はい、あと、ゆうゆうさんとやってる春とゆうのゲームで日本語というチャンネルもよろしくお願いします。はい、あとペイトリオンですね。今日の、学んだ言葉勉強できますので、ペイトリオン参加してみてください。あとお休みポッドキャストをフルで聞けますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで皆様、寒い日が続きますがお体にお気をつけください。あっという間に2月、気づいたらもうすぐバレンタインね、美味しいチョコレート食べようぜって。日本ではね、結構もう自分にチョコレートを買うという人がすごく多くて、自分にちょっと高級なご褒美チョコレートを買う人が多くて、私もそれをしたいなと。あと自分で食べる用のケーキを作ろうかなみたいな思っております。はい、ということで、また次回さようなら。